小さなキーボードが欲しい。こんにちは、トパログです。突然なんですが、皆さん毎日持ち歩いて、なんならもう手ぶらでも持ち歩けるぐらい超ちっちゃいキーボード欲しくないですか？はい、っていうね、強引な入りから入るんですけども、なんかちっちゃいキーボード欲しいんですよね。普段ね、家でがっつり作業するときはこの HHKB を今使っていて、これはね本当にいいんですけど、やっぱ持ち歩くときですよね。こうなんかハーフデイパックとかこういうちっちゃいやつになんかね、キーボードとちょっとしたスマホと入れて、なんか予定はないんだけど作業するかもなみたいな時にはちょっと大きいんですよ。でこれのね代わりにこのミステルのエアワンっていうやつも、これ軽いんですけどフットプリント結構大きいんですよね。その用途だとこういうね折りたたみのずっと昔買ったキーボードとかもすごくねマッチはするんですけど、いやもうちょいこう打鍵感なんだよな、打鍵感みたいな、メカニカルのこのちょっとした打鍵感もうちょい欲しいんだよなっていうところで、今回ねちょっと自作キーボードを作るしかないっていうところで勇者工房に行って、ちょっとキーボードをねずっと前から気になってたやつがあるので、それをね作っていこうかなと思います。余談なんですけど、自作キーボードを作るのは6年ぶりで、本当ね、あの頃と比べたら種類もいろいろあるし、ちょっと前に Vlog で撮らせてもらったんですけど、めちゃくちゃ楽しい世界なんですよね。なのでちょっとね久しぶりに、作ってみるかっていう、作るってほどでもないんですけど、ちょっとね組んでみようかなっていうところで作ってみる形です。そういう用途で言うとね、めちゃくちゃちっちゃいので言うと、モノグラフが本当に自分でね作ってるキーボードとかもあるんですけど、これは結構ね操作性がめちゃくちゃ難しくて、それをねワンクッション置いて1個ね作ってみたいのがあるから、今回はそれをねそれを作っていこうかなって感じですね。それでは早速行ってみましょう。はい、というわけで買ってきました。ちょっと開封していこう。久しぶりにね自作キーボードを作るのでめちゃくちゃ楽しみですね。すでに軽く、開封はしちゃっているんですけども、一旦ね勇者工房でその場で買えるパーツたちで組んでみようと思います。いやめっちゃやっぱねワクワクするような、こういうなんか買って終わりじゃなくて自分でこうカスタマイズしていくみたいなのは本当に楽しみですね。プラモデルとかミニ四駆とか、ああいう楽しさがやっぱり自作キーボードってあるんじゃないかなと思います。っていうところで、今回はですね、このベースとなるケースに関してはチョスフォックスっていう、中国のキーボードメーカーが出しているめちゃくちゃコンパクトな48個のキーを搭載するジオニックスっていう、めちゃくちゃこのコンパクトなキーボードを作っていこうと思います。まずこのねチョスフォックスのジオニックス48に関して簡単に説明すると、このねめちゃくちゃミニマルな筐体の中に48個のキーを入れ込んだメカニカルキーボードです。ちょっとね手に持ってるとどのぐらいのサイズかって分かりづらいと思うんですけど、手元にある HHKB とサイズをね見てみると、このぐらいのサイズですね。こんなに小さい筐体にパコッとねキーボードが埋まってしまって、なんならこの iPhone16 のクリックスキーボードを装着した状態と、ほぼほぼ同じぐらいに収まる、両手で使えるロープロファイルキーボードっていう形ですね。本当にミニマルで、縦が4列横が12列っていうスタイルなので、基本的にはね横は1列デリートキーとか、そういうファンクションキーとか割り当てられるかなって形なんですが、縦はね本当にアルファベット1列で収まってしまうっていう、そういうね配列を自分で作っていくタイプのキーボードですね。トワログさん白じゃないんですねっていうね、ちょっと惹かれてしまうかもしれないんですけど、一旦ねこれってもう黒しか選択肢なくて、若干こうガンメタルみたいなグレーはあるっぽいんですけど、黒しかなくて、いろいろ本当に迷った結果、この黒なんだけどアルミニウムのこの素材感、金属筐体でそれでいて軽くて、でこれハンダ付けがね必要ない、ただスイッチをカチカチと入れるだけの、自作 PC みたいな感じなんですけど、そういう風にね本当に簡単に作れるものなので、一旦このオーソリニアっていうのどんなもんなんだろう
ろうっていうのと、あとまあねキーキャップは白なので、それでこう合わせてみたらどのぐらい変じゃなくなるんだろうっていうのをちょっとねやってみようかなっていうところです。ちなみにこれは Bluetooth 接続など無線には対応しておらず、基本的には有線ケーブルを挿して使うという形です。本当にね出歩いた時にこうやってね、スマートフォンをこういう風にして、これでテキストカーって書くにはちょうどいい感じですね。無線化できたらありがたいけど、別に有線でもそこまで困らないかなみたいな、 XDR とかと組み合わせて使うなら無線化したいところです。で僕は何気に使うの初めてなんですが、これはねロープロファイルのキースイッチを使うキーボードです。こんな感じ、スイッチは今回タクタイルを選んでいます。本当はねクリッキーなカチカチカチってなるタイプの方がね、こういうロープロファイルだと気持ちいいかなと思うんですけど、何せ用途的にはねカフェとかそういうところでこうカタカタとやることを想定しているので、できるだけ音がそこまで目立たない、だけど確かな打鍵感があるっていうところでこのタクタイルを選んでいますね。でキーキャップも本当はね無刻印が良かったんですけど、店頭在庫とかメーカー在庫もなさそうなので、とりあえず入荷されるまではチョックフォックスの一番ベーシックなこのキーを使っていこうと思います。刻印が結構ねでかくて、デカデカとして真っ黒なのでちょっとね見た目的には気になるんですが、一旦ねとりあえずこれを使っていく形ですね。乗せたらどんな雰囲気になるんだろうこれ。じゃあちょっとねこれにキースイッチ入れていこうと思います。端っこだけ反対向にくっつけるパターン。はい、こんな感じで全部埋めてみたんですが、ここスペースだからちょっとねここの2個で1個のキーでいい気がする。こういうことですよね。多分これでいい感じだと思う。打鍵感も結構チャカチャカはしてるけど、キーキャップをはめればあとは完成。ハンダ付けがないだけでめちゃくちゃ難易度下がるというか気軽さが増しますね。でもこれ 1.5U のキーがないということは、これを結局これが1個だとどうしようもないのか。なかなかむずいなこれ。これ変だぞキーキャップ。やっぱキーキャップちょっと変です。この刻印がねあるとやっぱこのどこにどう割り当てるかみたいな、こういうのがね難しいですね。なのでこの記号キーをとりあえず入れてはいるんですけど、一旦ちょっとねこれで実用性を出すしかない、この感じで作ってみようと思います。ちなみに打鍵音はこんな感じです。今スイッチとか入れてる状態なんですけど、アルミ筐体なのになんかすごい軽いです。やっぱバッテリーも入ってないし、ちょっとどんぐらいの重さなんだろう。307g ですね。このミステルのエアワンとかはどんな感じだったかな。これが現状一番ねちっちゃくて持ち運びはしやすいんですが、キーのねスイッチのなんか割り当てみたいなカスタマイズとかは結構しづらいんですよね。こっちの方が軽いわ。 267g。 これも一応金属筐体なんですが背面がプラスチックで、キーのねスイッチ自体が軽いっていう、重さよりもねサイズ感がちっちゃい方が持ち運びはしやすいですね。こんな感じで、これから使い込んでいこうと思ったんですけど、若干ミスを発見しました。これねキーキャップとかキースイッチを入れる前にここのねネジ穴を外して、この中身をキーマップを変更できるようなファームウェアに書き換える必要があるみたいです。いやこれはねちょっとミスりましたね。なんか結構ねレビューとかでもその初期設定のハードルが割と高いみたいな、そういうのをね見かけたんですけど、ここかみたいな感じです。なんかそのねファームウェアがこのキーボードじゃなくて、これに近い配列のキーボード、もっと前に出てたやつと同じファームウェアらしくて、現状でもね、打ち込むことはできるんですけど、例えばこのキーに日本語のかな入力とか割り当てたり、あと自由にねこの辺ちょっと例えばここに矢印割り当てたりとか、そういうのはねできないみたいなので、そういうのをね書き換える必要があるというか、書き換えないと自作キーボードの意味がないみたいなところですかね。はい、裏側の基板を見るとこ
んな感じです。でこの基板の後ろにねリセットボタンがついていて、そこをね最初にファームウェア書き込みの時に使うみたいなんですよね。で一応このケース自体も見ていくんですけど、なんかこれしっかりとねフォームが入ってますね。なので打鍵感というか打鍵音とかが響きにくいような感じにはなっているのかなと思います。ただ割とね響く感じはするんですけど、一応ちゃんとこんな風に入ってます。これいいな。これなんかもうそのまま塗装とかできそうなんだけど、なんかないかな。ちょっとどんな感じ、これ白にしたらどうなるかを見たいんですよ。例えば、このね今手元にマスキングテープがあるんですが、こういうのを使うとちょっと白にしたらどうなるかみたいなのがなんとなくね見える気がします。やってみよう。本当にプロトタイプというか安っぽさはね絶対否めないと思うんですが、白にしたらどういう筐体になるのかはちょっとねなんか体験はできますね。これは部屋のなんか幅木って言って、地面のね近い色が床と壁をつなげているパーツを真っ白にするっていうやつなんですけど、それをねちょっと使ってやってみます。はい、めちゃくちゃ安っぽい感じではあるんですけど、これにこれをねこうやって乗せたらある程度白いキーボードになるんじゃないかなという感じです。ちょっとね僕の技術もありつつ実用的な処理ではないんですけども、塗装して真っ白にできたら最高だなみたいな感じです。じゃあちょっとキーボードを実際に使っていくんですけども、キーボードに関してはこれをね書き換えるためにこの QMK ツールボックスっていうやつをインストールする必要があるみたいなんですね。ここに MacOS インストール、Windows インストールがあるのでインストールしてみます。で Mac でインストールするとこんな感じの画面になるんですよね。でこの QMK ツールボックスっていうやつはこのキーボードのファームウェアを書き換えるツールみたいです。なんかそれのファームウェアがね HEX っていうやつらしいんですけど、この HEX っていうやつのミニペグ48みたいなキーボードと同じ互換性があるって書いてあったんですよ。なのでこれをクリックしてインストールですかね、ダウンロードローファイルをダウンロードして、それで書き換えるみたいです。まずはキーマップを書き換えるファームウェアにするために QMK ツールボックスを開いています。でこれでさっきダウンロードしたこの HEX ファイルっていうのかなっていうのをセットして、でオートフラッシュでエナーブルドになりましたね。エナーブルドになったらここのリセットボタンを押すらしい。ポチ。すごい、なんかちょっとすごいちゃんとできています。フラッシュコンプリートになってるから、これでできてんのかな。スタートファイルで開く。これでできました。なるほど、こうなってんのか。これをちょっとキーマップをね変えていこうと思います。キーマップに関してはできるだけね HHKB の配列に近いようなやつプラスそれプラスちょっと自分的に使いやすいようにしていく感じですね。 HHKB のファンクションってここなんですよ。なのでファンクションキーをここにして、ここをね中心にこうやっていろいろ動かすようにしていきたい。今こんな感じでキーマップデフォルトですね。レイヤー0はそのまんまで、レイヤー1、レイヤー2、レイヤー3、レイヤー4、レイヤー5っていう形で合計6つのレイヤーが使い分けられます。やっぱここにねコントロールが2個あったり、オルトあとこのスペースが2個あるとか、ここでねレイヤー切り替えとかそうなっていて、ちょっと標準だと使いづらいので自分仕様に書き換えていきたいところですね。はい、ある程度キーマップもできて、こんな感じでキーキャップとかキースイッチもちゃんと付け直してみました。こうやってみると結構なんかいい気がする。ちゃんとしてませんかこれ。ただここマスキングテープで貼っただけなんで結構ね粗いは粗いんですけども、なんか 3D プリンターとかで分割しながら組み立てたら意外となんかケース自体、アルミ製じゃなくなるのはあれなんですけど、こういう色になったらすごい
めちゃいい、これめちゃいいです。はいキーキャップに関してはこれ刻印ありなんですけど、チョスボックスのねページを見ると無刻印キーが普通に売っていたので、中国の方から取り寄せをして多分ね2週間ぐらいでキーキャップ届くと思うので、それまでにこのキーのマップキーキャップがちゃんと刻印ある状態で練習をして、そこからね、ある程度使えるようになったら無刻印化していこうかなみたいな感じですかね。で、肝心のキーマップに関してはめちゃくちゃ難しいんですよね。なんかやっぱねこの48キーってすごく最高なサイズ感だと思ってて、単純に上の数字がないだけなのでかなり結構ね普通に打ちやすい気がします。この格子状っていうところで今までのねこういうちょっとずれた配列と違うから、そこがねまだ慣れは必要だなって感じなんですけど、キーを見ながらだとある程度こうやってねカチカチと入力していける感じがありますね。僕の場合このねスペースキーとかその横のキーが結構余るんですよね。 HHKB とかって下のキーが12345 5個しかなかったので、この5個のキーだけでやっていたところが逆にちょっと増えちゃっていて、でそれをどういう風にしようかなっていうのがちょっとキーマップの課題感はあります。で現状だとデフォルトはこんな感じのキーマップですね。この下どういう風にしようかなっていうのはまだ悩んでるんですけど、一応ね MO1 っていうこのレイヤー1のところに記号キーとか記号レイヤーみたいなのを置いていて、こうタカタカタカって打ちながらちょっと小指だけここに動かしてこうやってね、このレイヤーに移すっていうのをやっています。で MO2 っていうのがナンバーパッドのレイヤーですね。ナンバーパッドとあと矢印 HHKB ってここにファンクションがあって、ファンクションを押しながらねこれで矢印キーが使えていたのでめちゃくちゃそれに慣れてるから、基本的にはここの MO2 を置いてここを矢印にして、でここでねこの点キーと同じような配列でナンバーパッドにしています。そうすることでかなりねこの数字あれどこだっけみたいなのなくなるんですよ。多分ここが数字レイヤーになるから無刻印化されてもこうパスワードとかすごく入力しやすいんじゃないかなと思います。でスペースキーの両脇は今 MacBook に接続して使っているので言語キーです。ひらがなと英語で、これは Mac の配列のようにここを押したら言語切り替えができるようにしています。でここにね TO3 っていうのがあるんですけど、これはねレイヤー3ですね。レイヤー3に関しては、できてるのかわかんないですけど Android のスマートフォンとこうやって接続した時に Android スマホのショートカットキーとかを、ちゃんとね作ってこの辺に割り当てようと思っていて、そのためのレイヤーです。なのでここのね言語切り替えが iPhone だとこのデフォルトのレイヤーで効くんですけど Android だと効かないので、例えばコントロールスペースとか半角キーとかそういうのにね割り当てて、これで、ある程度言語切り替えも MacBook とか iPhone とかと同じようにできるようにしたいなって感じですかね。やっぱ作ってみてまだ慣れてはないんですけど、このサイズ感超いいですよね。 HHKB ですらこんなに大きく感じるレベルだし、これまでねよく持ち歩いていたキーボードでいうとこのねミステルの Air1 っていうやつが打鍵感も良くてすごいいい感じなんですが、それと比べても全然小さいですからね。重さはねちょっとこっちの方が重いんですけど、フットプリントで考えるとめちゃくちゃコンパクトになるのでこれは最高です。例えばハーフデイパックがあるんですけど、ハーフデイパックに入れていくとこのぐらいのサイズ感でもう完全に見えなくなるレベルで持ち歩けるし、ちょっとした打ち合わせとか別に長期間作業するわけでもない、だけどノーションとかウェブに接続して使いたいとかだったらこれは結構ありなのかなとか思ってます。こんな感じで折りたたみスタンドを使って、これだと接続できないのか、こんな風に iPhone に接続してこんにちはトバログトバリオグになっちゃうな、トバログですトバログですみたいな、こっちかなんだ配列に全然配列に慣れてないんですが、こんな風に意外と普通のキーこっちか、普通のキーボードレイヤータブ
タブか。キーボードタブがどこだ。普通に打てる感じ。なんか打鍵感もやっぱねこのサイズなんだけど深くて結構打ちやすい。打ち損じはめっちゃ多いんですけど慣れてないから。だけど打鍵感は割とねいい気がする。ちょっと金属のカンカンっていう叩く音がちょっとある感じはするんですが、割となんかねサクサク打てます。で個人的には一番ね多分セットで持ち歩くとするとこのGoogle Pixel 9 Pro Fold なんで Google Pixel 9 Pro Fold、これでちょっと使ってみようかな。こんな風にスタンドが欲しいんですけど、これでサクサク打てる感じはむずい感じはありますよね。ちょっと見せてんな感じはありますよね。これが一応 Windows キーみたいな感じなので、これを押しながらホームを押すとホームに戻って、これレイヤーとか分けれるのかな。こうページ送りとかも一応このショートカットでいける感じですね。こんな感じ。あとは余談なんですけど、例えば慣れるために MacBook でも使いたい場合はやはりねタイプスティックスです。タイプスティックスはこういう時にすごく便利です全然意味ないけど、でも打鍵感はやっぱねこっちの方が圧倒的に気持ちがいいんで、これでこうサクサクとね入力できるって考えると、この使い方も悪くはないんじゃないでしょうか。全てをね一つのキーボードでやっていくスタイル。はい、っていう感じで、まだね作ったばっかりでレイヤーどういう風に分けようかなとか、本当なんならねこのテキスト入力も慣れてない状態での紹介ではあるんですけど、あまりにもねちょっとこれ欲しかったなと思って最近やっと作れたのでちょっと紹介してみました。これに関してはメーカーは中国なんですけど、なんか日本人のクリエイターの人とコラボをして作ってるみたいなんですね。だからこのサイズ感でなんか電車の中とかにこう持って行って使いやすそうなこのミニマルなサイズ感してんのかなとかね勝手に思ったりするんですけども、で薄さもこんなもんでサイズもこんなもんだから、こんな感じでハーフデイパックに入れておいても全然もうサイズ的にこのちょっと出かけるぐらいだから持ってくかみたいなことができそうで、その辺が今から楽しみです。クリックズキーボードよりは大きいんだけど普通のキーボードよりはちっちゃいというところで、これはね今後も使っていきたいところです。今後ね無刻印のキーとかも届く予定だし、あとレイヤーとかもねだんだん使っていくうちに決まっていくと思うので、その辺はねちゃんとやっていきたいと思います。今月あと2週間後ぐらいにキーケットっていうイベントが、チケット制だと思うんですけど台東区の方で確かあるので、それはね僕も来場する予定で、今からねちょっとこれ買っちゃったんだけど他のキーボードもなんか面白いのあったら試してみたいなとか、そういう感じでいます。はい、もしね会場にいる人はぜひトモログ声かけてもらえると嬉しいです。はい、というわけで次の動画でお会いしましょう。トモログでした。